はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのフォースリアニメイトを紹介したいと思います。今回はアルケミーデッキの紹介ということで、前回に引き続き、アルケミーマスターのトレソンさんに試合収録とデッキの解説をいただきました。予選ウィークエンドにおいて、アーネさんを中心とした海外チームが持ち込んで、初日 7-0 などを達成している強力なデッキですね。基本的には誰も置き去りにしないで、アトラクサをリアニメイトして、アドバンテージ差で圧殺するデッキとなっています。誰も置き去りにしないは3マナ以下の生物であれば2マナで釣り上げることができるので、各種ウィザードやクルシアスを2マナでリラにすることができ、このデッキにとってはかなり使い勝手がいい1枚ですね。ウィザードを盤面に維持しやすいこともあり、モダンでも活躍中のアノルの炎を強く使うことができるようになっています。東木の新刊はパワー9をデッキに創出できるカードなのですが、アトラクサでパワー9を一気に引っ張ってくることもでき、とんでもない動きもできるのがこのデッキの面白いところですね。ボハーは現在あまり使われていないカードではあるのですが、このデッキにおいてはルーターとしての役割、ウィザードとしてのアノールの炎の補助、起動型能力で各強力なスペルの使い回しなど、このデッキにおいては役割がかなり多く、唯一無二のカードとなっています。はい。ということでかなり面白いデッキなのですが、今回もトレソンさんにいい試合を収録していただいているので、どんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、試合の方を見ていきましょう。こちら先手。土地1枚ではありますが、ロリアンがあるということで、実質土地は2枚、というハンドですね。さあ、相手はワンマリガンでスタート。コウサロは黒をしてと。ボハーまで、つなげていく流れですね。さあ、相手はミドシロから11の、探検クリーチャーを出してくる。ナヤから、おそらく、アルケミー環境だと、ナイアソースかなと。さあ、ロリアンからチャオホランドを持ってきて、はい。土地を、トップに置いていくと。ロリアンはやはり、下環境でもそうですが、チャオホランドをね、持ってくることができるというのが、かなり強力ですね。さあ、相手は機能不全だに。アルケミ環境は、強力なエンチャント、アーティファクトが、かなり多いということで、メインからね、ダニを取ってる方もいますね。さあ、相手はイマーラから1枚カードを、ピックしていくと。さあ、ということで、3マナ目から、まずはダニを割っていくと。イマーラは、戦場に出た時いいはずなので、基本的には、現状ただの2-3バニラですね。さあ、3マナ目から、総集デッキということで、大きいアクションを、することも可能ですが、はい、ここはいい予想が出てくる。さあ、召集で、どんどんと、アドを取っていくと。強いですね。さあ、こちら土地は、一旦止まっている状況。ただ、秘宝があるため、そのまま、アノルの炎を、行くことができますね。さあ、5点、プラス2ドロー。3マナのインスタントではあるんですが、やはりかなり強力ですね。クリーチャーを除去りながら、2ドローをね、することができるということで、さあ、相手はひよっこから、さらに、消臭してきそうな、問答9個、なるほど。さあ、これで、ローナが倒されていく。一応エンチャントを除去ることはできるんですが、誰も置き去りにしないは溜まってきてはいるのですが、ルーティングしながらどこかで、アトラクサーまでたどり着きたい感じではありますね。ここは、結構選択肢があるので、難しい盤面ではあるかなと。さあ、まずはイマーラを除去って、ボハを出していく選択。さらに、はい、打っていきますね、これは。ルーティングで、アトラクサまでたどり着ければ、もうそのままね、マウントを取っていけそうな、感じではあるので、さあ、ただ相手手札がね、かなりまだたくさんあるということで、果たして、耐えることができるのかどうか。はい、管理人から、もう毅然たる援軍も出して、おそらく全力、案内人起動かな、これは。2回、スクライしながら、3、4まで、育てることができると。
スクライはボトム。まあもう一回起動はしそうですね。うん。さあもう一回スクライはトップに置いていく。なるほど。さあ、まあルーティングはしていくでしょう。まあ緊急の検視も持っているので、まあ構えていくのかどうかという形ですね。さあ、ボハーから起動をしていく。うん。まあクリーチャーをちょっとこれはルーティングしながら必要なパーツを探していきたいという感じではありますが。さあ、ここは、もう打っていく。まあこれアーティファクト、エンチャントクリーチャーと、3マナ分で破壊できるということで、まあ割といい感じに、除去ることができますね。で、一応ボハーによって使い回しができるということで、まあ使い回したいカードを、墓地に残していくという形ですね。まあ問答急行がいなくなったことによって、まあ割と耐えれそうな、盤面にはなったかなと。あと管理人がね、ただ、ここでもう一回問答急行。なるほど。まあロードは除去られてはしまうんですが、土地、アトラクサまでたどり着ければという感じではあるんですが、さあまずはここは、4点入れてからの問答急行が解明していくと。さあ、そしてロリアン。まあ、ロリアンも強いんですが、さあ、ただここ、まあ、耐えれるかどうかですね。ロリアンを捨てる。まあ、次のターン、イモデーンとか来ると、まあ、かなりきつい盤面ではあるので、さあ、ここは、まあ、クリーチャーを並べていきたいという形ですかね。さあ、頭目からのローナ。一応これでブロッカーは2体いるので、おそらく、まだ耐えれそうな感じはありますね。まあ、クリーチャープラスイモデーンとか、はい。ここはそのままイモデンが出てくる。さあ、残り14点なので、おそらく1体はブロックしないとダメかな。12点しか通せないので、まあ、ルーターを残して、新刊は相打ちを選択。まあ、ただ、この流れ的には、次のターンに、アトラクサが来ないとかなり厳しい、感じではありますね。これは、7枚ドローを選択していく。これはいけてそう。ブロックロータスと、まあ、ギラつく反乱が来てるので、まあ、とりあえず、というか、1、2、3、4、5、6、7、7マナ出せるから、まあ、ただここはどう選択するかですね。まあ、盤面耐えること自体はできるんで、まあ、たださすがに、ギラつく反乱は先に打っておきたい感じはしますね。アトラクサで行くか、ギラつく反乱を打つかの、まあ、2択ではありますが、アトラクサ出して、まあ、7点ゲインできるので、残りライフ9と考えると、1体ブロックして、2、4、6。いや、どうですかね。イモネーンがもう一発来たら結構きついかも。ただローナが、あれか、アンタップするんで、さらに、モックスジェットから、結構繋がりそうですね。まあ、ここでタイムワープとかね、引けたら結構強かったんですが、まあ、ただ、そこそこ強いかな。とりあえずマナファクトが取れたのは、割とでかいかなと。さあ、さらにマックスジェットから、3マナ追加で出せる状況。サファイアは、現状まあいらなそうですね。さあ、これはどうするか。
まあ一応ブロッカーが2体いるんで、イモデン来てもおそらく大丈夫かな。7点ゲインして残り9点。で、2体ブロックして、いや、9点あるな。いや、これどうするか。さあ、ただここは、そのままターンを渡していく。まあ、イモデンがあるかどうかですね、これは。さあ、追加の土地から、ダに2枚目。うん。さて。まあ、クリーチャーが並ぶ分には、はい。とりあえずイモデーンが来なかったので、まあ、耐えてますね。で、開始のターンに、まあ、とりあえずギラつく反乱打っていけるということで、さあ、まずは、祖先の階層で、3ドローしていく。うん。まあ、かなり強い手札ということで、一気にこれはまくっていけますね。さあ、相手、まあ、ダニだけ残って、で、まあ、さすがにですね、さすがに投了していくと。じじ。さあ、相手召集デッキということで、まあ、ギラつく反乱、追加で2枚入れて、さあ、さらに厳しい説教も2枚入れていく。まあ、イーオス以外に、全部当たるカウンターですね。さあ、クルシアスは、まあ、どちらかというと先手カードということで、ここは、全部抜いていくと。あと1枚。うん。まあ、リアニオ1枚。ここは抜いていきましたね。さあ、1本目勝手に2試合目見ていきましょう。これは、まあ、割と、序盤から動いていけるハンドということで、ここは、キープをしていくと。さあ、アトラックスが手札に加わっていく。まあ、まっすぐ行ければ、5ターン目、リアニメートまで行けますが、さあ、ここは、まずは青マナー。うん。まあ、ローナで、アトラクサを落としていきたいですね。さあ、さらに、管理人から、うん。お、そしてギラつく反乱も引いてくる。まあ、これはだいぶ、いい流れですね。まずは新刊から。うん。まあ、新刊でその、パワー9をデッキにね、作っていくんですけど、まあ、マナファクト系とかね、引いてくると、4ターン目にコンボが決まっていきますね。さあ、まずはローナでルーティング。うん。アノールの炎、悪くはないですが、さあ、ただ土地引かず。まあ、一旦土地を探しに行きたいか。アノールの炎で、まあ、2枚ドローしていきたいという形ですね。さあ、相手、構えてはいますが、お、ただここでああ、なるほど。一時の猶予で、スペルがバウンスされていくと。うん。カウンター、まあ、構えたい感じもしますね。うん。まあ、ここは、研究の剣士を、後に落としていくと。さあ、一応ブロッカーを立てて、ハーフリング。これは、お、ただ通す。なるほど。通して、まあ、管理人で、はい、能力を起動していくと。まあ、相手ちょっと動きにくい感じもしてるんで、まあ、カウンターするかと思いましたが、ここは通していく判断。まあ、ギラつく反乱もあるということで、うん。普通に除去っていきたいという感じですかね。さあ、新刊殴って、まずはルーティング。うん。まあ、実質土地を引いていく。新刊2枚目はいらないということで、さあ、ロリアンの発見から、まあ、まずは5枚目の土地を持ってくると。まあ、重宝で良さそうですね。さあ、重宝から、土地は、トップに置いていく。なるほど。さあ、そしてここはギラつく反乱で、相手のクリーチャーだけ全て除去っていくと。こうなるとね、召集側はかなり厳しいですよね。さあ、ここも構えてくる。うん。
まあ、さすがに、おっと、ここで投了と。じじ。さあ、見ていきましょう。こちら先手。序盤の動きはないですが、キープをしていきそう。うん。まあ、先手ということで、おそらくギリギリのキープですね、これは。まあ、ロリアンの発見からとりあえずね、超ホランド持ってきて、まあ、相手がアグロであっても、まあ、回答を探しに行くという感じだったんですが、さあ、相手これ、青黒長砲からロリアンを捨てていく。なるほど。まあ、相手、おそらくミッドレンジかコントロールなので、まあ、ゆっくりと、やっていける形ではありますね。さあ、こちらも長砲から。まあ、土地はまだ欲しいかな。うん。まあ、とりあえず、3マナアクション次のターンして、っていう感じにはなるんですが、さあ、相手エスパー。エスパーコントロールなのか、どうでしょう。まあ、3マナ域3枚持ってるということで、まあ、ただ、はい、カウンターは持っていますと。厳しい説教で、1マナでカウンターをしていく。まあ、下環境だとね、厳しい説教かなり強いんですよね。さあ、そして3マナ構え。まあ、カウンターは持っていますよと。まあ、とりあえずカウンターは使わせていくしかないですね。どんどんカウンターを、まあ、消耗させて、さあ、秘宝は一時の猶予でバウンスをしていく。うん。まあ、リアニメート対コントロールは、まあ、リアニ側がちょっと不利な気はしますが、まあ、どう戦っていくのか。さあ、さらに情報ランドから太陽効果を、墓地に落としていく。さあ、ロリアンはもう使っていくと。情報ランドではなく、ここは、島を選択。なるほど。さあ、そして、秘宝を出し直していく。まあ、コントロール相手には、とりあえず、さあ、ただ、ここは、さらに一時の猶予。まあ、一時の猶予もね、連打されると、なかなか、きついですね。さあ、秘宝から、まだカウンターがあるのかどうか。さらに一時の猶予。なるほど。これはなかなか、鬱陶しい展開ではありますね。さあ、ここはもうロリアンを切っていく。ノールは、うん。まあ、もらっておいていいカードですね。さあ、さらに構えてくる。まあ、カウンター系のカードは持っていそうな感じではありますね。さあ、東目の新刊。ここに、はい、カッパを打っていく。うん。まあ、ただね、カウンター、一生ね、連打されてはいるんですけど、どこかしらで相手も動いてこないといけないですからね。こっちとしては、まあ最終的に通したいのはアトラクサではあるんですが。さあ、ローナ。うん。からのクルシアスも出していく。うん。まあ、前座鏡1枚ぐらいは持っていそうな感じではありますが。ただ、うせろ使ってくる。まあ、前座鏡はないのかな。はい。さあ、ミレックス起動。これはなかなかロングゲームになりそうな予感ですね。まあ、多分ね、編集上だと、いろいろとね、葛藤すると思いますが。さあ、サルの交換条件。まあ、束に分けて、好きな方を相手が取れるっていうやつですね。さあ、新刊と、太陽効果を隠していきましたが、ここは見えている方を選択。うん。そしてルスコが、そのまま出てくる。一応アノールの炎で、まあ、どっちもね、対処はできるんで、うん、打っていきそうですね。アーティファクト破壊と、2ドローを選択。まあ、時計はちょっとね、残しておきたくないんで、さあ、さらにアノールの炎。うん。こ
これアトラクサいけますね。まずは、ローナでルーティング。さらにリアに。ここはアトラクサを捨てていくと。うん。まあ、一旦、どうですかね。アトラクサを、まあ、リアにするのか、素出しするのか。まあ、秘宝がある、状態なので、まあ、素出しもできるという状況ですね。まあ、交差路で、白指定か、まあ、緑指定。まあ、剣士もあるから、緑指定か。うん。白指定で、リアニを使っていく。なるほど。なるほど。いや、さすがにアトラクサ。うん。さあ、アトラクサ出してからの、まあ悪くないですね。おかわりアトラクサもあり、アノールもあり、さらに、まあ対象されても、リアにもあると。まあこちらの方が、手札が多い状況ということで、まあ割と有利、ですね。GG。相手コントロールということで、とりあえず除去は抜いて、まあカウンターとハンデスを、入れていきそうな感じですかね。うん。とりあえずハンデス3枚からのカウンター。さあ2本目見ていきましょう。まあ、今回も序盤の動きはないですが、まあ3ターン目指導、という形になりそうですね。さあ相手ランタンを入れている。なるほど。まあ一応リアニメートデッキということで、ランタンを入れてきていると。さあ3枚目の土地を、もらっていく。まあただリアニデッキではあるんですけど、まあリアニに頼らなくてもね、いけるんで、相手は、失われた商人の事件からフブレスポをデッキに作っていくと。さあ、ここはおそらく、まあ、情報していきたいという形ですね。さあ、オアコランドをピックからの情報と。まあ、とりあえず一旦、土地を伸ばしていきたい、感じではありますが、さあ、この5マナ目は、墓地に落としていく。まあ、一応ルスコもあるんで、ルスコが通れば、まあ5マナ目になっていきますね。さあ、ここは特に、動く必要がないので、これは、除去と土地を隠していく。まあ基本的には見えてる方を、はい、取っていきますね。さあ、フブルスプと土地。まあ一応相手の事件を割ることもできるんで、さあ、ここはフブルスプから。まあただ現状緑マナがないので、緑マナは探しに行く必要がありますね。さあ、事件が解決していく。まあここ、ウィザードがいないため、まあ、雑居としてしか使えないと。さあ、これはどうするか。まあ、カウンターを構えるか、ルスコを出すかですが、まあ、ここは4マナの、コードを選択と。はい。さあ、一時の猶予で、一旦手札に戻っていく。いやー、このカード、ほんと強いですよね。たかがバウンスではあるんですけど、まあ、ドロー付きで、このテンポを取っていく感じ。さあ、5マナ目引いてきましたが、ここはルスコをもう一回出してみる。一試合でも見た流れですね。これでまあ相手は時間稼ぎをしながら、まあ手札を整えていくと。そして新刊。さあ、この試合もなかなか長引きそうな予感ですが、さあもう一回ルスコを、はい、今度は通っていく。ここで失せろ。まあ一応これで時計が出てきて、まあカウンターを構えることはできますね。
さあ、相手は新刊で、まあ、スクライをしていくことができると。スクライはボトム。まあ、現状、5分ぐらいな感じではありますが、さあ、ロリアン、これ消しそうですね。うん。スリードローはね、結構きついんで、さあ、ここは否認を使っていく。からの、黒マナと。さて、土地は引いているんですが、まずは新刊が通るか。さあ、これ通っていく。これでアノールの炎を、一応ね、3マナで、まあ、2つのモードを、選べるということで、アノールの炎が通れば、なかなかいい感じではないかなと。まあ、時の巻き上げは、まあ、コントロール側がかなりね、得をしてしまうので、さあ、ここはもう、こっちのターンに打っていく。2ドロープラス、5点火力。さあ、カウンターはあるのかどうか。カウンターなし。うん。さあ、こうなると、ややこちらの方が、有利になっていくか。さあ、もう一回。クルシアス。うん。まあ、1枚手札にあるんですが、まあ、全然ね、除去される可能性高いので、トップに置いてきたという感じですね。さあ、ただロリアンの発見、3ドローされていくと。強い。さあ、そして、タイムワープ。2マナで追加ターンはいかれてますね。さあ、そしてここはルスコを出してくる。うん。これ相手も、時計がある状況と。相手の時計は、まあ一応割ることはできるんですが。さて。まあまずは、割っていけるかどうか。まあ相手3枚引いてるんで、カウンターある可能性はあるんですが、まあマナー払い系だったら、普通にね、支払っていくことはできるということで。さあ、まあ大体スペルはなくなっていきそうな感じではありますね。まあ一応アノールは1枚残していくと。さあ、これが通っていくかどうか。一応4マナは浮いている、状況ですね。さあ、ただ、通っていく。これはなかなかいい盤面になったかなと。さあ、土地はもういらない状況。うん。まあ、クルシアスも出していきそうですね。うん。まあ、こういう値捨てて、何かしらのカードに変えていきたい感じかなと。ただここは、リアニを捨てていく。まあ、ランタンがあるんで、っていう感じですね。さあ、そしてアトラクサを引いてきたので、これはキャスト可能ですね。うん。さあ、ただここで太陽効果。3マナ残りで、アトラクサは、どうだろう。まあ、カウンターされる可能性もありますが、さあ、ここはキャストしていく。カッパはいけます。クルシアスで、宝物トークンが出てるので、さあ、アトラクサ通っていく。これはでかいですね。これでこちらだけ一気に手札を、回復させることができたということで、さあ、ただ、まあ悪くはないかな。ロリアンあって、アトラクサ2枚目あって、一応ロータスなのかな、これは。うん、ロータスを取っていく。これは、もう唱える。うん。さあ、まあ相手はこれ、アトラクサおかわりが見えている状況ということで、まあ結構、対処が難しい、場面ですね。さあ、除去は、とりあえず持っているのかどうか。ランタンをまずは、使っていく。そして時の巻き上げ。まあ相手の方がね、手札が少ない状況ということで、まあ相手の方が、アドを取っていけるという状況ですね。さあ、これはなかなかしんどいですね。
からの豚の先ぶれ。先ぶれもね、なかなか強い除去ということで、まあおそらく時計も、割られていきますね。なかなか、だいぶ有利になったかと思ったんですが、まあ全部対処されていった感じではあるかなと。さあ、まずは脅迫で手札を確認していく。これは、まあ一時の猶予、かな。このターン相手、まあ動けないんで、とりあえずロリアンを通して、何か、はい、出していきたいですね。とりあえず相手、まあ除去はもうないので、クリーチャー全力展開でもいいのかなと。さあ、パワー9をどんどんと並べて、ローナと、まあ、ボハーまで行くのかどうか。まあ、さすがに行きそうですね。さあ、ただ、これで、こっちもね、ちょっと、ハンドは弱めなので、まあ、ルーティングしながら、カードを探しに行きたい、感じではありますね。で、時計はおそらく、もうこのターンに割られるかなと。さあ、相手はもう一回ルスコー。なかなかここからも長そうですね。さあ、豚の先ぶれ。から、まあ、豚が出てきて、おそらく、はい。まあ、時計を割っていくと。さあ、こうなるとなかなか、まあ、相手の方が有利になりましたね。まあ、こちらはルーティングで、どこまで、手札を整えていけるかどうか。さてさて。土地、まあ、どんどんとルーティングしていきたいですね。クルシアスはなかなかいい。まあ、手札を整えることはかなり容易なデッキということで、まあ、ただもう一回どこかしらでアトラクサは通していかないといけないんですね。さあ、ここはコーサラを捨てて、さらにボハーで、ロリアンを使っていく。もうここは、ドローに変えていくと。なんともですね。で、もう一回ボハー出し直し。まあ相手はね、その、殴れる状況ということで、さらに土地。まあクルシアスも出していきたい感じはありますね。まあパワー9並べて、クルシアスを出していく。まあ相手はもうこれは、パワー3はね、殴っていける状態ですね。さあ、土地をスペルに変えていく。まあ、新刊は悪くはない。なかなか熱い試合ですね。さあ、まずは、交換条件。強い。これは強いね。ロリアン、まあ、ロリアン取りそうかな。ここは隠していった方を取っていく。まあ、正直どっちのタワーも強いですね。さあ、フブレスプで、さらにドローから、まあ、除去でおそらく、でもあれか。除去は、取っておくのかな。まあ、相手は負け筋がね、アトラクサなんで、アトラクサ用に取っておく可能性は全然ありますね。さあ、追放領域を確認。アトラクサは1枚、追放されている状況と。さあ、そしてルーティングを進めていく。ただ相手、殴ってこなかったですね。さて、ターンもらっていきますが、リアニメート。
なんともですね。相手、まあ構えてるんで、カウンターも持ってる可能性はありますが、さあ、新刊からのローナー。アトラクサー引いてくる。まあ、リアニはいらなそうかな。アトラクサーを捨てる。まあ、リアニで行くっていう感じですかね。うん。まあ、こっちの方が、2マナ軽いということで。まずはリアニメイト。一時の猶予で一旦、バウンス。そのまま打っていくことはできますが、まあ、マナー払い系だと、はい。まずは秘宝。からのもう一回。うん。さあ、これは、クリーチャータップでいく。うん。まあ一応ブラックロータスがあるんで、はい。確定で通っていくと。そして、まあ除去があるので、即、除去られてはいくんですが、ただこれ結構強いですね。3ドローと、ブラックロータス、アトラクサ、あとはまあハンデスですね。うん。いや、かなり強いですね。これはだいぶまくったんじゃないかな。このターンはどうだろうな。まあ、ハンデス行くのかどうか。まあ、ハンデス、お、もう一回リアに行く。まあ、それも全然ある。いや、なんかすごい動きしてますけど。さあ、ブラックロータス、2枚使って、さらにアトラクサをリアニメート。強いですね。はい、タイムワープと、まあ、3ドローももらっていく。とんでもない動きをしとる。さあ、そして追加ターン。これそのまま決まる可能性も全然ありますね。さらに、ハンデスも打っていく。相手除去は持っていないので、いや、この1ターンでかなり動きましたね。一気にこっちが有利になった。さあ、ここは、まあ土地を何か、スペルに変えていくと。うん。いいですね。さあ、まあどこまで行くかですね。ボハ起動。何かありましたっけ？あ、そっか、タイムワープがあるのか。さあ、タイムワープをコピーしていく。これで14点は確定。とりあえず。あ、9点9点で18点は確定。いや、アトラクサが1回通っただけでこうなりますからね。ルビーはいらない。ライブラリの枚数だけはちょっと気になりますが、さあ、残り10点から3枚引いていく。うん。これ、ボハはもう一回。からの、はい、即起動で、ただタイムワープはもうないため、うん。ドローを進めていく。何かしらのカードを引いていきたいですが、さあ、もうマナはもう無限にある状態ですね。からのクルシアスで、有効範囲に変えていく。タイムアップで、はい、もう一回ですね。さあ、3ターン連続でこっちのターン。ここはルーティング。まあ、スペルを、捨てることによって、1点ね、ダメージが通るので、これ勝ち確ですね。いや、すごいな、これ。あのターンからもう一気にまくってというかもうそのままフィニッシュまで行きましたね。GG。いや、いい試合が見れました。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。